エビです。はい、炒まとエビ。はい、親子エビ大盛り。はい。硬さとか濃さが選べるっていうところだよね。味噌麺硬。美味しいです。めっちゃニンニク入ってる。ネギ多め、濃いめ。麺硬。はい。はい、親子上がり。はい。気をつけてください。じゃあおかわり持ってきますね。卵ねー。親子ねー。はい。あ、ここにあったあった。ごめん。はい、いらっしゃいませ。はい、こんにちは。素材は何を使われるんですか？サバ、ムロ、ソーダガツオ、カツオだね。4種類がミックスされる。なんとなくこう団系通り店とは違う形で発展されたっていう認識そうなんですそうですですけど、そうです。八代さんが団系通りの方で一時期そうそう修行されてた。10年修行してね、修行してね、でもうここで38年、今年で39年目入りますかね。野波駅からね、遠いね、そうですよね。30分歩いて30分、車だったら10分、5分か10分だけどね、最初のやる時はね、本当にこの辺は農地でね、全く何にも建物がなくって、天白川の堤防が見えてね、しっかりとしたものを作っていったらお客さんは来てくださるだろうということでね、本当に誠実にねやってきたんですよ。なんでここにされたんですか、お店？子供がね、はい、3歳、下の娘が1歳10ヶ月、住まいがすぐ近くにないと店をやっていけないし、女房が大変ですわ。店やって子供を面倒見てやっていかないかんっていう状態でね、いろんな物件探したんですけど、もう2階にすぐ住めて、というところがここしかなかったんでね、2階に住めて、ここで商売を始めようというスタートですわ。丼を作ることしかできないし、我慢もしたし、でも少しずつ少しずつお客さんがお店を味を覚えてくださって今に至っとるんです。塩が入ってない味噌煮込み用だね。今までで一番来られた来店数ってどのぐらいなんですか？400人ぐらい。でも常に行列っていう感じですか？もう行列よね。日曜祭日は行列はできますね。フライ1貫向こうに持ってってあげてほしい。お客さんの何割ぐらいが味噌煮込み頼まれるんですか？8割9割やね。店の中に入って味噌煮込みの香りを嗅いちゃうと、やっぱり味噌煮込みにしようか。
ですね。そばは何割なんですか？これ7割です。だけどね、2つ店を持ったもんでもこれはきついわっつってちょっと検証になっちゃったもんでさ、いろんなうどん屋さんに話を聞く機会があってね、はい、でうちは確かに立派なことやけど機械だったら何人でも打つ人ができるからっていうことを教えてもらって、ものすごく判断するに苦労したけどさ、まあそうだなっつってやらな機械に変えないかんなっつってさ。私の一代でこの店は終わるんだろうなって思っておったんです。向こうは空港会社のアナに勤めとって、そういうふうなら向こうは私が後をやりますと、提案してきてくれたんで、まあほっとしましたわ。もうこの土地にしてもテーブルお客さんにしてもね、みんな30何年間の愛情を注いできてるじゃないですか。向こうは本当に、やりますって来た時は本当に嬉しかったね。よかったですね、本当に。もともとはサラリーマンやってて、嫁の親父なんですよ。うちののれん分けから始まって、ここで店構えて40年やってこられて、で70過ぎてきて後継者がいないっていう、閉めようかなって言ってるタイミングで、僕はそのアンナの仕事を直近が中国で6年間いたんですけど、その相談を受けて、僕はもともとやっぱどっかのタイミングでサラリーマン卒業して自分で商売やりたいなっていう、別にうどん屋さんとかっていうのは一切なかったんですけど、地域創生にもなるし、ちょっと自分でも商売できるし、とにかくお客様がしっかりここにいるのにこれをやめるっていうのはやっぱりちょっともったいないというか、お客様にねやっぱりつないでいくのは一つかなと思ったので、3年、弱になるんですけど一緒にやってて、うちもともとお客さんの層が平均すると40代後半からそしたら50代のうどん全般で言ったらめちゃめちゃニッチだと思うので、行ってもらうと黒から始めないといけないし、県外の人だとほぼみんな味噌煮込みイコール山本屋さんっていう印象が強いので、当然美味しいし、ね、もう一番の歴史があるし、だけどローカル行くともうちょっとこういう地元民に愛される味噌煮込み屋ってあるんだみたいなところの位置づけだと思うので、知ってもらえるとめちゃくちゃ嬉しいなと。あとは柔らかそうですね。そう、すごい柔らかいですよ。出来たてなので。5合とか、土日は一升8合とか最初に炊いて、できたらまた追加で一升5合とか炊きます。ランチが平日はあるので、はい、ご飯がつくんです。ランチに、やっぱりランチが出るといっぱい出ますよね、ご飯は。もう長いんですか、結構働かれて。少し長いです。上田からいたから。でも上田はもう辞
ね亡くなっちゃったからこちらでお世話になってる。エビ揚げられるんですか？30です。メカブ納豆腸活です。昼は味噌煮込みを食べて、豆味噌なんで体にいいし。三浦さん地元この辺なんですか？僕地元は名古屋市。じゃあまあちっちゃい頃から味噌煮込みは食べてるんですか？味噌煮込みは家でスガキ屋のインスタントをよく自分で作って食べてました。あります？袋のやつめっちゃ好きで。まさか自分が味噌煮込みのでもお世辞抜きにここで食べた時にうまっと思って。産地とかってどこなんですか？これ広島です。いわば牡蠣ファンが必ずいるので、これ食べてくれるのは嬉しいですし、もつ味噌が始めて2年ぐらいです。これがかなり定着してきましたね。ネギ切るのめっちゃ気持ちよくないですか？こんにちは、いらっしゃいませ。こんにちは。親子2つで、1つネギ多めで。1つがネギ多め。ネギの消費量すごそうですね。めっちゃ多いです。週末とかだと本当ワイト1日で30キロ切る。普通の方ね。はい。はーい。はい。たらこ味噌こちらネギ普通でございます。熱いのだけお付けください。失礼いたします。お待たせいたしました。失礼いたします。熱いのでお気をつけくださいね。ナプキンお使いでした？お待ちします。はい、どうぞ。は
麺にはい、普通のうどんとかきしめんとかそばも茹でるんですけど、茹でたうどんがいいとかきしめんで食べたいっていう人もいるので、それも今もうできますよってメニュー表にも書いて、結構そういうニーズがやっぱある。みんな初めてとかあったり、なんかそういうのって言っていいんだみたいな意外とあるので。いきますよー。味噌、麺型。麺型濃い口。うん。どうぞ。こんにちは。これ？はい、卵が。はい。親子3つお願いします。エビ玉とエビです。はいどうぞ。こんにちは。いらっしゃいませ、どうぞ。お座敷2名様です。玉と親子でランチ2つです。エビ玉ランチ。初めて。あ、そうなんですね。私人生で味噌煮込みうどん食べたことお店にない。生まれも育ちも愛知なのに初めて。そうです、初めての。味噌煮込みって感じがしますね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お願いします。エビ玉が2つ、天ぷらきしめんが1つ、天ざるきしめんが1つ、かき天1つです。いらっしゃいね。はい。なんか別の皿でもいいね。お願いします。牛もつうどんが2つ。落ちた、お盆が落ちた。
来ました、牡蠣天です。全部カットカッテンお願いします。はい、親子エビ。はい、お願いいたします。はい、お願いいたします。僕は来るよ。何十年前から、俺子供の頃から。味噌煮込みといえばもう誠屋さんっていう感覚ですか？まあそういう感覚かな。そうだね。うどんもできる。すいません。牛もちのおうどんが2つとハーフ天丼も2つ一緒で、はい、10分ほどお時間大丈夫でしょうか。お待ちください。はい、もつうどん。お待たせいたしました。もつうどんがハーフ天丼です。うまいし。どうですか？美味しい。めっちゃニンニク入ってる。よく来られるんですか？僕は初めて。そうなんですね。最近これにハマってる。いつも味噌煮込みで。ここ来て味噌煮込みじゃないのでちょっと問題じゃないですか。いや、だって数量限定ですから。子供の頃から誠屋派なんで。じゃあもう味噌煮込みといえばもう誠屋みたいな感じです。皆さん、お近くのお座敷をしましょう。好きなお席どうぞ。全部2つです。お願いします。はい、お願いいたします。気をつけてください。ごゆっくりどうぞ。ちょっとランチ1個欲しいです。
北の方からですけど、ここの大将の奥さんとお友達なので1年に1遍ぐらいしか2回かね、そうなんですね。美味しいです。冬になると食べたくなる。そう、夏でも食べに来たけどね。そうそうそう。活気があるからいいですね。ネギ多め、濃いめ、麺方。はい。玉。はい、お願いいたします。はい、親子上がり。気をつけてください。じゃあおかわり持ってきますね。親子エビ。親子エビ。大盛り。来られるんですか？職場が近所なんで。人屋さんの魅力とかって何かありますか？やっぱりこの土鍋じゃないですかね。最初牡蠣お願いします。はい、牡蠣かしわ。八代さんは基本サポートで働かれる感じですか？徐々にね、もう何年か経ちゃ私も体自然に動かんようになるからさ、それまでにみんなにしっかりやってもらえるようにしとかんとね、気づいたら手遅れではいかんからね。手羽先創業時からあったんですか？いやいや、これも20年ぐらい前かな。スタッフで当時いらした中国人の方が秘伝のタレを教えてくれたんです、アレンジ加えてここにたどり着いて。卵のランチではい、手羽ね。待ってくださいね。今月で40になります。もうあと30代1週間来たら飛躍の40代30代のうちに道を変えといて僕は正解だったなと思ってます。42とか3とかって多分決断できてないかもしれない。ちょっと待ってよ、さっきのはい、ランチはい、お願い。
卵ね。普通の方。はい、普通。はい、親子ね。ランチセット2つです。はい、10番卵。全部の大盛りね。全部の大盛り。はい。あ、ここにあったあった。ごめん。はい、親子出るよ。ランチ？ランチです。はい、お願い。はい。エビ玉ね。お願いします。全部大盛りが1、普通が1、豚たはい、豚玉麺肩。上に乗せてください。はいよ。エビ玉3つです。全部の大盛り。加藤さんだと思った。全部の動きが違いますね、やっぱり。あ、そうか。めちゃめちゃ響きして全然まだまだこんなことばっか毎日本店で10年やろ、ここで、まあ、40年50年が、半世紀こんなことやってるやん。体で覚えてる感じですか。おお、そうやな。この仕事が性にあったんかな、こんだけ続けさせてもらえたってことは。はい、エビ玉です。りょうさんのとこです。お願いします。親子です。はーい。よいしょ。麺肩、エビ玉、ネギ多く。はい。ランチ。はい。昔から来られてる。そうですね、はい、月に2回ぐらいかな。琴屋さんの、いいところ、硬さとか濃さが選べるっていうところだよね。まあそれとやっぱりコクがあるっていうところですかね。ちょっと変わった注文されてたなと思って。ああ、なるほどね。まあよく比較されるのがね、山本屋本店とかあるんだけども、あそこはそういうことがちょっと しづらくなっちゃって、今タッチパネルで頼むでしょ。だからちょっとやりづらくなってね、こっちの方が自分好みにできるんで、はい、まあ向こうは向こうの良さがあるし、こっちはこっちの良さがあるし、はい。時々食べに来てくれるの。息子さんがアナからうどん屋さんになられてびっくりしなかったですか。待ってしました。いや、そうなられて実際どうですか。まあ生き生きやってますし、まあこの人のこの生き方からするとこっちの方が正解なのかな。これなくなっちゃいました。結構ご飯出ますね。今日出ました。ランチがいっぱい出たからかね、ありがたいですね。
ます。ありがとうございました。どうもありがとうございます。お願いします。はい。お願いします。はーい。ゆっくりどうぞ。ようやく食べる。ご飯食べる。後継ぎがあるってことはね、いいよね。今時もうやめられる人が多いじゃん。頑張ってもらいたい。お母さんええよ。みんな先書いちゃう。無理だわ。本当にね、スタッフに巡られているの。本当にいい方が入ってきてくれてね、盛り上げてくれて、お客さんにも盛り上げてもらったし、そういう風で今に至りますね。